三浦房則の防災教室、今日は第11回目です。これまで津波、南海トラフの巨大地震による津波について主にお話をしてきましたけれども、今日はその津波のことにつきまして取りまとめをしたいと思います。まず津波の発生原因ですけれども、まずは地震による津波というのがあります。これは比較的海底下の浅いところで断層が動きまして地震が発生します。その際、地震によって海底の地盤が上下方向に動きます。そうしますと、その動きが海底に伝わって津波が起こると。これは地震が起こった後に、地震を感じた後に津波がやってくるということがあります。しかしながら、地震を感じなくてもですね、津波が起こる、押し寄せてくることがあります。これは遠地地震津波というふうに言いますけれども、1960年、昭和35年に起こったチリ地震津波、105人以上の人が日本国内で亡くなっておりますけれども、これが典型的な例になります。このご存知のようにちょうど日本の太平洋を挟んで反対側にチリがありますが、この史上最大クラスマグニチュード 9.5 の地震がここで起こりまして、その津波がずっと太平洋を渡って23時間後に日本に届いております。で15時間後ぐらいにですね、ハワイに到達しまして、ハワイも被害を受けまして、ハワイから日本に連絡があったんですけれども、残念ながら三陸地方をはじめですね、実際に被害の大きかったところにはその情報が十分届かなかったということで、100人以上の人が亡くなってしまいました。で、その大きな被害があった大船渡市ですけれども、その市内のですね、歩道のいろんなところにですね、このチリ地震津波がここまで来たんだということで、街の中にですね、いろんなところにこういう銅板が埋めてあって、市民の人に注意を呼びかけています。それから次はですね、海底で地震が起こらなくても津波が起こるという例をご紹介したいと思います。その例が1792年に雲仙普賢岳の噴火に伴って起こったものなんですけれども、今から約230年前になりますが、これが現在の雲仙普賢岳、そして山体崩壊を起こした眉山っていうのがありますが、ここに大きなくぼみがありまして、ここがですね、大崩落を起こしたというところです。230年前のこの雲仙普賢岳の噴火に伴う地震によってここが崩落しました。その大量の土砂がですね、これ有明海ですけれども、有明海に落ちていきまして、ここに津波として伝わっていて、この戻ってきた。で普賢岳の噴火で5000人が亡くなって、津波で噴火以上の1万5000人の人が亡くなりましたが、実は対岸の肥後、今の熊本市ですけれども、こちらで5000人の人も亡くなっています。これを忘れないためにって言いますか、雲仙大変非が迷惑、こういうことわざとしてですね、今も残っています。聞かれた方もいらっしゃると思います。次はですね、世界で最大の遡上高っていうのをちょっとご紹介したいと思います。1957年にアラスカ州のですね、リツヤ湾っていうところで地震が起こりました。でその時にですね、これがこのリツヤ湾の写真ですけれども、こちら側の斜面、このようにですね、この斜面で大量のやはり土砂災害が起こりました。斜面崩壊が起こりまして、大量の土砂がこのリツヤ湾に流れ込む。そしてそのせいでですね、対岸にですね、なんと524メートルの高さまでですね、津波が駆け上ったという、そういう記録があります。で最後にもう一つ最近起こった我が国で起こったものですが、これは内陸で起こったものです。ダム湖の津波、こういうものもあります。2008年にですね、岩手、宮城内陸地震というのが起こりまして、ここにダムがあります。荒戸沢ダムと言いますけれども、このダムのこの上流ですね、ここで大規模な地滑りが地震によって起こりまして、津波が起こりました。幸いこのダムは壊れることはなかったんですけれども、もしこのダムが津波によって壊れると、仮は大変なことになっていた、そういう例です。以上、
津波がどうして起こるか、地震を感じなくても津波が来ることがある。必ずしも海底で地震が起こらなくても津波が起こるということをお話ししました。次週以降はですね、次回以降は南海トラフの巨大地震によってどのような被害がどの程度起こるかというお話をしていきたいというふうに思います。